アブー・フレイラー・アッターが彼を喜ばれますようにの伝承によると、アッターの死と、彼にアッターの平安と祝福あれこう言われました。アッターがユダヤ教徒を滅ぼされますように、あるいは、アッターの罰が彼らにおりますように、彼らは自分たちの預言者たちの墓を、礼拝所、モスクにしたのである。サヒーフ・アルブハーリー第437番。ハディースの解説、多神崇拝、シルクへの道を断つ預言者の警告。預言者ムハンマドを、彼にアッターの平安と祝福あれは、かつての共同体が預言者の墓を礼拝所にしてしまったように、自らの共同体、ウンマーが多神崇拝、シルクに陥ることを防ぐため、細心の注意を払って警告されました。1、アッターが彼らを滅ぼされますように、という言葉の意味。このハディースの中で預言者様は、アッターがユダヤ教徒を滅ぼされますように、あるいは戦われますようにと仰いました。これは彼らに対する厳しい叱責であり、アッターの慈悲から遠ざけられ、追放されることを意味する表現です。その理由は、彼らが自分たちの預言者の墓を礼拝所、モスクにしたからに他なりません。2、墓を礼拝所にするとはどういうことか。それには以下の形態が含まれます。崇拝の対象、墓を偉大なものとして扱い、そこに向かって祈拝、サジダすること。キブラ、方向とする、礼拝の際、墓を正面に置いて向かうこと。建設、墓の上に礼拝のための建物を建てること。特にユダヤ教徒が名指しされたのは、彼らがこの悪習をはじめ、その極端な聖域化、過度な崇拝において最も不義であったからです。預言者様は、墓が崇拝の対象となることを防ぐため、自らの共同体に対し、この行為を避けるよう強く命じられました。このハディースから得られる重要な教訓、メリット。最後の遺言、これは預言者様が最後に残された遺言の一つであり、その重要性と一神教、タウヒードへの深い配慮を示しています。厳格な禁止、墓を礼拝所にすること、また、葬儀の礼拝を除き、墓のそばで礼拝を捧げることは厳禁です。それは死者を神格化し、墓の周りを回ったり、タワーフ、墓石に触れて祝福を求めたり、死者の名を呼んで助けを求めたりといった多神崇拝、シルクにつながるからです。タウヒードの守護、預言者様は、一神教の純粋さを守るため、墓を聖域化することがいかに危険であるかを熟知しておられました。預言者の墓の保護、アッターは預言者ムハンマドの墓で多神崇拝が行われないよう、教友たちの心に働きかけ、彼の墓が偶像のように露出しないよう守らせました。教友たちの忠誠、サハーバ、教友たちが預言者様の遺言を忠実に守り、一神教を貫いたこと。前の民との差別化、ユダヤ教徒やキリスト教徒の習俗、墓の上に建物を建てることを模倣することへの禁止。場所の限定、建物が建っていなくても、墓がある場所や墓の方向に向かって礼拝を行うことは許されません。葬儀の礼拝は例外です。重要な疑念への回答。なぜ預言者の墓はマスジド、ナバウイ内にあるのか。墓を礼拝所にすることを禁じているのに、なぜ預言者の墓はモスクの中にあるのか、という問いに対し、シェーフ・ムハンマド・ブン・サーリハ・アルー・サイミーン・アッターが彼に慈悲をは以下のように明確に回答しています。原則としての2つのケース。墓が先にあり、その上にモスクが建てられた場合、そのモスクでの礼拝は禁止され、建物は取り壊さなければなりません。モスクが先にあり、後から人が埋葬された場合、その墓を掘り起こし、遺体を一般的な墓地へ移さなければなりません。預言者の墓の特殊性。預言者のモスク、マスジド・ナバウイについては、どちらのケースにも当てはまりません。モスクが先、モスクは預言者様が存命中に建てられました。家の中に埋葬、預言者様はモスクの中ではなく、モスクに隣接していた妻アイシャの部屋、家の中に埋葬されました。拡張の歴史、ウマイヤ朝のワリード・ブン、アブドゥルマリクの時代、ヒジュラ歴 88-91 年頃、モスクを拡張する際、預言者の妻たちの部屋もモスクの敷地に組み込まれることになりました。当時の賢者たちは、墓がモスクの一部に見えることを恐れて反対しましたが、統治者の命令により実行されました。したがって、預言者の墓は、モスクの上に建てられたのでも、モスクの中に埋葬されたのでもありません。後の時代の拡張工事の結果、モスクに囲まれる形になっただけであり、これは墓を礼拝所にすることの正当化にはなりません。結論。預言者様は死の直前まで、墓を礼拝所にする者たちは、アッターの前で最も邪悪な人々である、と警告されました。真の信徒は、ユダヤ教徒やキリスト教徒の過ちを繰り返さず、純粋にアッターのみを崇拝しなければなりません。